日本人なら誰しも思うはず。富士山に登りたい。私も先日ふと思い立ったので、富士山登山ツアーと検索して何件かサイトを見たのですが、比較するのがめんどくさくなってしまったので、結局一番上に出てきたこのサイトを見ることに。ですがこのサイトには、富士山専門山岳ガイド付きプランとあり、登山初心者な私でもなんだか登れそうな気がしたので、彼女を連れて登ってきました。その様子をまとめたので、ぜひご覧ください。11時ごろ富士山の5合目に到着したのですが、ご覧の通り霧がすごすぎて全然周りが見えません。この時点ですでに標高2300メートルあるので、霧も霧だ。もしかしたら雲の中なのかもしれません。さっきのとこにおりゃいいのに。ビッグツアーの方はご説明があります。声の聞こえる位置までお進みください。ツアーの説明を受けた後、ここで1時間休憩を取ってから登山がスタートします。1時間の休憩の間に登山セットをレンタルしたり、着替えたり、お昼ご飯を食べたりと、結構忙しかったです。登山初心者の私たちは登山道具を持っていなかったので、このツアーに付属の登山6点フルセットをオプションとして付けました。私たちが登っている吉田ルートでは5合目から7合目にかけてこのように馬に乗ることができるみたいです。貴重な経験なので私もぜひ乗馬してみたかったのですが、それなりのお値段がするようで、乗馬したい場合は事前に調べてから行くことをお勧めします。リタイアの人か、それとも金がある人か。同じツアーに参加している人は15名程度でした。ガイドさんが先頭に立ってペースを調整しながら歩いてくれました。ご覧の通り結構ゆっくりなペースなので、個人で来てる方々にはどんどん抜かれていくのですが、私たちのツアーでは脱落者が一人も出なかったので、結果的にこのペースで良かったなと思いました。この時点で登り始めてから1時間経過しているのですが、上も下も前も後ろも真っ白です。時折こうしてガイドさんが何かを教えてくれます。山に関する知識だったり、これからのプランだったり。ラーメン食べる？1個分ける2人で。ただガイドさんから離れているので聞こえないことが多かったです。まだ行くみたいね。俺もそこかと思った。残念。あの人で合ってるよね。あれ休憩じゃないんだ。どこにいるんだと思ったら、でもあの上にもなんかありそうだもんね。疲れた。登ります。7合目日の出間までやってきました。この時点で標高2720メートル。7合目あたりから山小屋が見え始め、それぞれ休憩スポットになっています。山小屋の中に座ろうとしたらお金がかかるらしいので、こうして小屋の周りに腰を下ろして休憩しています。
念願の山小屋ラーメンです。うまい。7合目7合目ラーメン。富士山で食べるラーメンは格別でした。登り始めて2時間が経過しました。現在標高約2700メートル。まだまだ続く岩場を見て絶望しています。天国行っちゃうんだ一回俺ら。あと300メートルちょっとあるんで、東京タワーの入り口だと思ってあとで東京タワー先ほど見えていた鳥居の元までたどり着きました。一斉に登山道に出て出発します。山小屋によって売っているものや景色が異なってくるので、それぞれ楽しめると思います。ツアーで来るとガイドさんのペースに合わせて登るので、全部の山小屋を見ることができないのが少し残念でした。8合目。あーちょっと寒くなってきたな。物落とさないよね、そっちの方はね。標高3000メートルを超えたあたりから明確に酸素が薄くなりました。エナジードリンク飲むわ。栄養と休憩をしっかりとり、高山病にならないよう気をつけます。鳥居も見えなくなって。失礼しました。すみません。すみません、すみません、ちょっと癖で電話しちゃいました。すみません、しました。何にも見えない。登り始めて2時間半、やっと晴れ間が見えてきました。青空が見えるだけでこんなに元気が出るとは思いませんでした。晴れてきた。完全に雲の上に来ることができました。いやー、素晴らしい景色でしたね、これは。ただ、雲がなくなるとやはり日差しがとても強くなるので、帽子、サングラスは、ここら辺から必須になってきます。ごぼうがさしてる。そしてこんな珍しい現象を見ることができました。12時に5合目を出発し、約5時間、標高3150メートル、5合目と富士山頂までの中間地点に到着しました。そしてここ8合目、蓬莱館に私たちは宿泊しました。蓬莱館で夕食を食べ、仮眠をとり、ご来光を見るため深夜1時半にスタートするそうです。月が近いね。宿の中は撮影していませんが、清潔感があり、きちんと仕切られていたので快適に仮眠を取ることができました。深夜1時半、ご来光を見るため疲れた体を叩き起こして蓬莱館を出発しました。当然真っ暗ですし、お昼より気温もがっつり下がっています。
おまけに風が強く吹いていたので、昼間とは違う環境での登山となりました。コンタクト落とし。コーヒー飲むとか言ってよガイドさん。もうちょっと時間あるね。深夜2時半、真っ暗ですので全然景色も分かりませんし、寒いし長いしで身体的にも精神的にもきつかったです。ここら辺の山小屋では宿を予約しなかったんだろうと思われる方々が身を寄せ合って震えていた光景が印象的でした。ツアーで助かったと思った反面、初心者でご来光を見るのであれば予約しておいた方がいいかと思います。動画では分かりづらかったですが、こんな景色が見えてました。見えますでしょうか、この光の列。全部登山客のライトです。私たちは9月頭の閉山前に行ったのですが、信じられないくらい人がいました。この付近からは道幅も狭く、ずっと渋滞しているような状態でした。ずっと光の列が続いている。遠くにうっすら見えるのが9合目の鳥居です。うっすらと明るくなってきました。蓬莱館を出発しておよそ2時間半。前方に見えている鳥居と2匹の狛犬が富士山頂の入り口です。街が明るくなりつつあること、遥か彼方まで続く登山客のライトから今日登った道がいかに険しかったかを実感しました。山頂で一息ついた後、私たちはお鉢巡りをし、富士山最高峰剣ヶ峰を目指しました。動画が長くなってしまったので、お鉢巡り以降は別動画にまとめたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。